サドルに体重の何パーセントかかるか、サドル高を変えて実測検証。ママチャリ、改造ママチャリ、ロードバイクで調べてみました。ミニ体重計を使用しております。結果からいきます。床で体重を測ったら、私 75kg でしたが、ママチャリのサドルには3分の1となる 25kg の重さがかかりました。これはサドルのクッションやバネなどで体重を支える力が反発力弱まったために測定変化したことだと思います。まずこれ一つ。次、サドルとペダルに全体重がかかるとどうか。全体重を25キロ、先ほどのね、測ったを100%とした時の結果ですね。こんな感じで体重分散してかかりました。次、今度はサドル、ペダル、ハンドルに体重をかけた時の重さの分散割合ですね。先ほどのね、全体重、サドル25キロ、これ100%とした時に、それぞれね、こういう割合でかかりました。だいぶね、分散されてます。次、サドルの高さをね、変えて荷重が変わるかっていうのも調べてみました。まず上げてみました。12センチ上げ、7センチ上げ。それぞれこんな感じ。次、下げ。下げたらこんな感じ。言えることは、1センチ上げたら約1キロ、4%軽くなる。下げてもあんまりね、変わらないということです。次、改造ママチャリですね。サドルとペダルハンドルにどう体重が分散されるか。全体重27キロですね。先ほど25キロだったんですけれども、ちょっとね、サドルの硬さが硬いので、反発力が得られて、より重くね、測れて27キロ。これ100%。こんな感じに分散しました、体重がね。次、ハンドルの高さを今度は変えてみました。この改造ママチャリ、ステムの角度をね、変えることができるので、上下にね、変えてみました。11センチ上げてみるとどうかと。こんな感じ。70から78%にサドルにかかる重さが増えたと。逆に下げると70から46、かなりね、下がりました。サドルにはあまり重さがいかなくなったんですね。詳しいデータはね、後ほど紹介いたします。1センチ上げたら0.2キロ、サドルに体重がかかる。1センチ下げると0.6キロ、サドルに体重がかからないですね。次、ロードバイクですね。ロードバイク、私、床での体重75キロ重量級、これが45%減で41キロまで測れました。先ほどママチャリは25キロ、柔らかかったんでね、クッションとかバネでね。ロードバイクはね、サドルが硬くて反発力が得られるため、41キロまで測れたと。ちなみにこのサドルはですね、カーボンサドルですね。次にサドル、ペダル、ハンドルに全体重がかかった時ですね。ブラケット位置に握り、手の握りね。全体重41キロを100%としたときに、こういう感じで体重がね、分散しました。次、ハンドルの握り位置をいろいろ変化させて、サドルの荷重を調べてみました。またね、全体重を41キロ100%として調べております。ブラケット、上ハンドル、下ハンドル、エアロと。ブラケットと上ハンドルはそこまで変わりませんでしたが、下ハンドルは2キロ、エアロに至っては7キロほど、ブラケットと比べたらね、軽くなっております。次、サドルの高さで荷重が変わるのか調べてみました。まずね、サドル上げてみました。6センチ、4センチ、2センチと上げた、これが結果です。次、下げてみました。2センチ下げた時の結果です。それぞれね、上げたらだいたい約1.2キロ、3% ずつ軽くなると。下げてもね、あんまり変わりはない感じでした。解説です。詳しく見ていきます。体重計。今回使うミニ体重計ヨガスケールです。これをサドルの上に置いて座って測ります。手のひらサイズで2から100キロまで測定可能です。まずね、体重自分の測ってみます。ヨガ用なので片足計測。
静止後、測定。3分間以外にね、止まるのが難しくジタバタしています。75.3 キロ、ヒルクライムではヘビー級に分類。計測には静止が5秒ぐらい必要で、拡大しますとね、これ。赤ランプ点滅で、緑ランプで計測終了。通常の体重計でも計測してね、比較してみます。大体ね、同じ計測結果です。ママチャリサドル鋼の荷重計測。サドル以外は接触せず全体重を測ります。足をブラブラさせてね。何も持たずに。24.4 キロ。先ほど平地で計測した75キロから大幅に減少しております。2回目 25.5 キロ。原因はサドルのクッション性で体重が吸収されるため、体重を支える床の反発力が減少するためだと思います。次にサドルに座り、ペダルに足を置きます。その時の重量。17.7 キロ。ペダルにね、重さがいって。次にサドル、ペダル、ハンドルに体重をかけます。3つに体重が分散。1回目14キロ。2回目 13.5 キロ。ママチャリ、サドル鋼いろいろ変化。とりあえず一番下まで下げてやってみました。基準の高さ65から53センチ、下げ幅12センチですね。サドル荷重計測。14.5 キロ1回目。2回目 13.8 キロ。次は65から61、下げ幅を4センチにしました。1回目 13.8 キロ。2回目 13.1 キロ。次、足がしっかりつく高さ、下げ幅8センチですね。1回目 13.9 キロ。2回目 13.9 キロ。同じ。次は、上げ幅ですね。7センチ。上げます。だいぶ辛そう。1回目 12.1 センチ。2回目 10.9 センチ。10.9 キロ。次は12センチ上げます。もうかなり上げて結構きついね。これ乗るのがね。1回目 9.4 キロ。2回目も 9.4 キロ。でもギリギリ。改造ママチャリ、ハンドル鋼を変えて荷重計測。サドル以外は接触せず全体重を測ります。1回目 22.3 キロ。2回目 31.4 キロ。次にサドルとペダルとハンドルに体重をかけます。1回目 20.5 キロ。2回目18キロ。次にハンドルを水平から70度ほど上げて高さ約11センチほど上昇させます。1回目 25.7 キロ。2回目 17.8 キロ。3回目 20.2 キロ。次にハンドルを水平から70度ほど下げて高さ11センチほど下降。1回目 9.8 キロ。2回目 11.6 キロ。3回目 15.9 キロ。ロードバイクサドル上の前後位置。ママチャリと同様に乗車時の視線がハンドルと前輪ホイールハブ、中心部が重なるようにします。ロードバイクサドル鋼の基準決め。足を伸ばしてかかとがペダルに触れる長さを探ります。伸びきっています。
足をペダルに普通に乗せます。足が軽く曲がっているのを確認します。サドルからペダルの根元まで70センチでした。これが基準のサドルの高さとなります。70センチ。ロードバイクサドル高の荷重計測。サドル以外は接触せず全体重を測ります。36.9 キロ。1回目。2回目 42.5 キロ。本来の体重 75.3 キロより 32.8 キロ減っております。原因はサドルが柔らかいので体重を支える床の反発力が減少するためです。しかしママチャリのサドルよりは硬いので40キロ前後までは測定できます。次にサドルに座りペダルに足を置いた重量を測定。1回目 27.4 キロ。2回目 31.3 キロ。3回目 30.8 キロ。4回目 27.2 キロ。5回目 25.4 キロ。次にサドル、ペダル、ハンドル、ブラケットに体重をかけます。1回目 19.3 キロ。2回目 17.2 キロ。3回目 18 キロ。4回目 18 キロ。5回目 15.9 キロ。次に手の位置を下ハンドルにします。1回目 14.0 キロ。次に手の位置を上ハンドルにします。フラットバーポジション。1回目 15.7 キロ。2回目 15.3 キロ。次にエアロポジション。深く前傾し、ブラケット先端部をつかみます。1回目 7.9 キロ。2回目 11.5 キロ。3回目 8.0 キロ。ロードバイク、サドル高いろいろ変化。68。基準の高さを70センチから68センチ。下げ幅2センチ。1回目 16.9 キロ。2回目 15.9 キロ。次に上げます。2センチ上げます。72センチ。1回目 13.1 キロ。2回目 12.8 キロ。3回目 11.4 キロ。4回目 13.1 キロ。次に上げ幅4センチ。74センチですね。1回目 11.7 キロ。2回目 11.7 キロ。次に6センチ上げます。1回目 10.4 キロ。2回目 11.7 キロ。3回目 13.1 キロ。結論。サドル高の変化、ハンドルの握り位置、サドルの荷重の検証、これらはサドル沼脱出に有効であると。以上、ご視聴ありがとうございました。通勤坂コミュートヒルでした。